カメラマンの名越圭介です。2年半前から愛知県にある豊田保見団地、南米系の人が多い、ブラジル人が3000人ぐらい住んでるって言われてる団地に一部屋借りてずっと撮影をしてたんですけど、やっとその写真集が決まりまして、今まだ撮影してる最中なんですけど。トヨタ自動車があるためにですね、豊田市っていうのは非常に全国の中で見てもユニークなコミュニティで、先進国では今や工業がですね衰退して事業所が撤退している地域が多い中では、先進的な産業とその裾野の産業がですね非常に今でも集積が厚いと。で工業都市だと人手がたくさんいりますので、日系ブラジル人の方が入っていったという経緯があると思いますね。当時ね、右翼の車もね火付け燃えさせられたんですよ。ここの団地のね一番下14棟のね向こう側に、そこで右翼の車止めてたら火付けて燃やされちゃってね、誰がつけたかわからないんだけど、大体その日系人の方がつけたんじゃないかっていうことはね、それからここの保見団地厳しい目で見られるような噂がだんだん広がっちゃって、まだまだ残って問題になるのがね、ゴミの選別だとかね、食べ物でも食べるでしょ。でずっと歩きながらでもね、もう食べた後ポンと、結構そういう性格の人が多いですね。やっぱり日本人と違うところがありますんでね、我々はそういうところをね直すように指導しとるんだけどね。ご苦労さんです。いつもこの方なんか綺麗してってくださってるもんね。いや、ここはだってブラジルじゃないですよ。ね、みんなブラジルと同じような国になっちゃうよ。僕は純粋な日本人だと思ってるでしょ。いや、だからみんな分かってないんですよ。自分のここは日本なんだからみんなゴミ拾いするの。見て、ブラジルは中国じゃないんだけどな。もうスモーキンマウンテンにするつもりかな。ゴミだらけの国にしちゃうつもりかな、みんな。こうやってね、みんな選別してくれるとねいいんだけどさ。少なくとも団地に住んでいる日本人の方、外国人の方がもっともっと歩み寄りを深めていただく、今その一歩といいますか、少しずつそのステップを踏んでいただいていて、かなり団地の中で日本人の方と外国人の方が一緒に何かお祭りであったりとかイベントを一緒に企画してという動きが出てきていますので、それはすごくいい流れだと思っています。今でも多文化共生の事業というと、それぞれの分野で施策をしてまいりました。ただ私たちの努力といいますか、私たちの施策に比較にならないほど地元の方は努力をされて見えます。地域の自治区をはじめ地域の方々が大変なご努力をされていましたし、また学校現場でも当時、日本の学校に通う子どもももちろんいましたので、そういった子どもの受け入れで本当に先生方は血のにじむような努力をされたというふうに聞いています。おいで祭り、きっかけはね、選考委員会の、委員長がいるんですけど、そのブラジル人としてのおいで祭りを作ってくれって言ったんですよ。おいでのいわゆるその現場にサンバを呼び、ブラジルの屋台を作り、日本人の屋台と一緒にやるっていうのは、私が今のブラジルの友人と一緒に仕掛けた。そうすると当然日本人もいっぱい来るから払拭できるじゃないですか、イメージ的に。俺たちはこうなったんだっていう、それで飛びついたんですよ。あそこにはそういう歴史があったから、それを払拭させるために保見団地のイメージをなんとかよくしようと思ってあそこでやったんですよ。あの当時が比べたらね、保見も生活しやすい保見になりましたと。で
日本の方ももう日系さんの騒ぎ方とかあんまりその苦情がないわけですよね。最初だってねちょっとね9時過ぎて大きな声出したらもうすぐねパトカー来てからね「すいませんちょっと苦情があったんだからでおとなしく話してください」とかね。でも最近はね良くなったんだろうと思うんだよな。あの当時から見たら良くなりましたよねという日本の方もね、外国の方もお互いさんね、まあ生きていけるんかなっていうような感じですよね。やっぱいまだにやっぱりそのね印象は絶対悪いはずだから、まあ保見団地のことは俺は知らなかったけど、第一印象はまあ初めまあ見た目、まあ昔どこにでもある日本の団地かなと思ってたんですけど、だからその中からこう急にね夜中キャッキャキャッキャ遊んでるちびっ子とかがいて。まあそれが全員まあなんか結構いろんな顔つきをした真肌の色もいろんな子らがまあ夜中電話ボックスの中入ってベラベラ喋ってたりとか、まあなんかこうたむろしてるね、まあ、少年たちがいて、でまあその少年たちを撮影させてもらってて、まあその中でなんかこう気になる一枚が撮れたのがきっかけで、まあ団地だからまあ一室借りてもこれは生活してみないとわからないだろうなって言って、まあそれで借りることにしてみたいな。ベレラ久しぶり。何の演技やみたいな。いや集まってきたよだいぶ。やばいですね。ペレラ・ルーカス君で、まあここの前で何年前やったっけあれ。2年前ぐらいかな。そうだね。2年半ぐらいかな。いくつの時やったっけ？18だったんじゃないのその頃。18歳やったっけ？もうちょっと若かった。17か。17だね。こんななんかすごいアフロしてたよね。いやそうだな。まあ、フォックスマートはまあちょっとブラジルやペルーからあとフィリピンとかから輸入品でまあここで売ったりしてるんですけど、じゃあペレーラ君は一人だけがなんか人懐っこいとっつきやすい、まあ多分日本人でもすごくすぐ話しかけれるような雰囲気というか、まあたまに親父ギャグみたいなことも日本語で言ってきてくれたりとか、まあ、他の子らっていうのはほとんど日本語を初め喋ってくれなかったりしてたんで、彼だけはちょっとなんかすごいファニーなキャラっていうかね、まあ、やつと一番初めにまあ話しやすかったからよく家で話したりとか、まあ何か撮影したいものがあった時彼にお願いしてもらったりとか。ペレはいつも何買うの？飯ここで買ったことある？まあ結構買うよ。今日肉めっちゃうまいよね。ここ肉うまいしおすすめって言ったらピカンヤでしょやっぱ。ピカンヤだとまあ基本シュラスコの一番まあバーベキューで使われる肉だから、これなんだけど、これにさいつもみんな塩かけてんじゃん。まああれ太い塩なんだけど、基本味付けから始まるのが一番楽しいよ。これフルーツジュースか。これマラクジャーだよ。これが俺が一番大好きな果物。何これ？マラクジャー。こっち結構トロピカルフルーツなんだけどさ、ものすごく美味しいんだよ。俺これ大好き。なんか飲むとなんか心が和む。本当に。心和むの？穏やかになる本当に。これ大好き。うまそうやねこれ。女の子に人気があるかもしれない。まあそれは人気あるでしょうね。他なんかおすすめのやつあんの？なんかここでしか買えない的な。そうだ、まだまだいろいろあるよ。バーベキューでよく使われるのまあソーセージなんだけど、まあバーベキューにするとこれが一番美味しいかな。あ、そう。これがなんかなかなかなんていうかカリカリって感じになってものすごく美味しい。あとこれもだいぶうまいよ。ブラゼイラ。ブラジルって感じだね本当に。ブラゼイラだ。すごい量だよね。いやもう本当にこれじゃ足りないよ。これ一人で食べるのペレラ？いやそれは無理でしょ。ソーセージより肉派だからね。まああとまあパンで挟んで食べるとしたらモルタデーラかな。ああうまそうやね。これ基本フランスパンと一緒に混ぜて食うんだけど、ブラジルでいうとこれなんかブラジル人が食うとなんか貧乏人扱いされるんだけどさ、美味しいからどうでもいいやってなるんだよね。貧乏でいいや。貧乏でいいや。たくあんはたくあん。たくあんって何？
こっちに来てやっぱよくバーベキューとか肉とかね食べる機会も結構多くて、家にね遊び行ったりもよくしてるから、いろんな人種もいて、それぞれこうやっぱりいろんなペルーの人の料理だったりブラジル人の料理だったりとかっていうのを食べさせてもらう機会があって、それを通じて家庭環境とかそういうのが見えたりとか、そういう食を通じて見えてくるその団地の背景みたいなのが分かりやすく、食っていうのは一番入りやすいっていう部分でそういう企画になったのかなみたいな。うまそうだね。うまそうだ。Yeah! West show me! 0565 0565登場来たレゴロコ、どこの場所でもいつでもロコ、ウェシにかわ0565わやごとならいつでも覚悟、全く興味ない K-POP 体に入ってる血は 100% ヒップホップ、ウェションレプレゼンレゴロコウェスサイ This is hip hop, this is my life 他とは違え、そんな感じがリスペクト on the street 死ぬまでたぎらいブレイクダウン。ウエストホミっていう何も彼らも全然別にラップもやってない時からちょっと知ってるんですけど、ラップをやり始めてメンバーの2人でポンチェ君とペドロっていうのはね、でその周りにそのバーベキューみんなでやってた仲間っていうのも昔からの中学校ぐらいからの多分仲良しで、もともとね暴走族だった人とか、全然そのブラジルと関係なしに日本人の子が混じってたりとか、彼なんかもすごく別にね人種なんか別に関係ないみたいな感じで。昔から仲いいらしいんですよね。今日バーベキューやってんだ。今日みんなでいきなりバーベキューするから。あ、そうなんや。今日結構ミニスタイルやね。今日ね。いつもほら結構でかいスタイルでやってるよね。なのででかいのとでかいだとなんか準備とかがめんどくさいので、そうだもんでもうあいつがちっちゃいやつ買ってもうどこでもできるような感じ。ペドロってさ、どこで生まれたんやったっけ？ミナジェライスのベチンってとこ。一番目さホミに来た時ってどんな印象っていうか、外国にいると日本のイメージは東京とかそういうイメージがあるもんで、名古屋に着いた時にすげえなーってこうやって車の中から見とって。どんどん田舎になってて、もうホミ登る時はもう田んぼだらけで、なんだここ、イメージちゃうやみたいな、なんだこれっつって、で最初行ったのは一棟。一棟おばあちゃんが住んでてあったよね。その日本に行ったらなんかもう高級みたいな感じで思ってたのに、そうでも着いたら一棟だったので何これって俺こんなとこで住むんかと。お断り夢の夜は考えなくても楽しめればあとは二の次どこ見えきこれを初めて飲んだのは多分12歳ぐらい。ブラジル結構やりますね、バーベキューとかで。でこの穴5個開けたらこの横に飲むためのやつやるんですけど、バーベキュー用のやつなんですけど、塩はもう入れるだけ入れれるだけ入れて。レモン半分俺が作ってないで、これが下に降りていくんで、こうやってレモン入れた時にレモンが塩からこう通って、で穴からビールに入っていくんです。でビールに入った時にここから飲むんです。でペドロなんかもまた新しく子供がね2人目できるらしいんだけど、彼なんかもすごくラッパーでもあり、すごくね女性からもすごい人気の高いね、喧嘩も強くて、それこそ暴走族がその辺で走ってたらペドロ見るとみんな逃げてっちゃうぐらいの走って追いかけるぐらいのね、走って止めてぶん殴るみたいなけど本当すごくペドロなんか器用なやつで、
あとやっぱ日本語でねラップをやってるっていうところがすごく面白いなと思ってて、その日本語を喋るっていう時点ですごく多分彼らからしたらすごい恥ずかしいことっていうか、で日本人が聞いた時にそのバカにされるかもしれないっていう多分その不安みたいなのが多分いっぱいある中で、そのあえて日本語でラップをやってるっていう彼のスタイルなんかはすごく僕はすごい好きやなと思ってて。入ればここの危険を察知 This is my home 俺らだけの団地描いた。待って俺これ話しけないけど今月まだあれ袋は知らん。俺の袋だよこれ入ってたやつ。分からん。なんかねその142の前集まってて、そのうち唯一一人だけなんか料理人を目指してるみたいなことを、なんか料理学校に通ってるんだみたいなことを言ってるやつがいて、それりょうくんだったんだけど、ブラジルで生まれたんだっけ、それとも日本で生まれて、でまだ1歳経ってないうちにブラジルに行って、で11歳まで向こうの方に育ちました。へえ。今日はどんな料理をあれですかね。今日はブラジルでその子供のパーティーとかそういう時に必ずあるブリガデールっていう甘いお菓子だね。あ、そうなんですね。もともとやっぱお菓子食べる方がなんか甘いの結構好きっすね。はい。そうですね。僕洋菓子はオペラっていうお菓子が好きで、日本はまんじゅうですかね。あ、そうなんだ。まんじゅう。好きですね。確かうまいよね。結構長渋いの好きだよねけどね。まんじゅういいですね。子供とかすごい好きそうですねこれね。子供大好きです。パーティーでこれなかったらこんな感じで100個200個とか作って丸めてこんな感じで丸めて、でこう飾りかなんかつけて、これはコーヒーのブリガデールなのでこうコーヒーの飾りつけたりとか。全然甘すぎないですね。いやちょっと甘いかなけどね、上濃厚で。けどなんかいずれなんかこうそういうパティシエのさ、なんかそういう仕事つきたいとかってあるんですけど、その学校からその入る前からもうなんかそのなんていう夢みたいのあって、金貯めてでお父さんとなんか開くっていうことをしたかったんですけど、何年後かぐらいになると思うんですけど、いつかやれたらいいですね。結婚して住むんだったらどっちで住みたい？日本のもしもその自分が今やってる仕事の給料をブラジルでもらえるならブラジルの方がいいですね、自分は。向こうだと給料がやっぱりすごく安いですね。やっぱその大学とか出てないと、なんていうんですか、その難しいっていうか。はい。これとなんかもしよかったらですけど、サルサソースすごい好きで、作り方をすごく知りたくて、簡単ですよ。あ、本当ですか。もしよかったらそれもいいですか。野菜あればもう簡単にフェイジョン作るときにご飯とフェイジョンとステーキ作ってでサルサソースかけて食べたりします。まずご飯からですか。ご飯はもう入れといて、でこれはブラジルから持ってきてくれた味付けなんだけど、本当は塩と油だけで十分です。これなくてもいいってこと。塩と油だけで。はい。で OK です。これで OK。はい。これでじゃあ次はフェイジョン作ります。フェイジョンは前もって豆をつけといたんです。水に。こんな感じで柔らかくなってくれるね。これで今度味付け。でうちはニンニクすごく使うの。油をちょっと入れて。でこれをちょっと焼いて香りを出してからフェイジョンを入れる、豆のことがフェイジョン。ブラジルは毎日食べます。日本人でいうところの味噌汁みたいな感じなんですか。味噌汁。そうですね。家庭によって味が違ったりとか。いい香りですね。で私が入れるのはローリエの葉っぱぐらい。ちょっと香りがいいので、じゃあここでコンソメを一つ入れます。すごいいい匂いですね。これはまたうまそうだなこれは。もうこれでフェイジョン出来上がりです。
そうしたら次はサルサソースの方ついがいいか。に来ましたね、サルサソース。これはちょっと知りたいですね。うちはトマト、キュウリと玉ねぎくらい。できるだけあんまりいろんなもの入れない。ここで塩、オリーブオイル、胡椒と味の素ちょっと入れる。で、お酢は好み。あ、これぐらい。こんな感じです。で、次はじゃあもう肉焼きますね。ちょっと油入れます。で、お酢。ブラジル人入れないと思うけど、うちは酒入れる。私酒入れます。はい、かき混ぜて、塩、胡椒とパプリカ。こんな感じ。ニンニクと塩と調味料を混ぜたところ。で、ここにこう肉をこうつけていきます。これも焼いた後、玉ねぎだけをジャーってやると上にかけて一緒に食べるとすごく美味しいから。こんな感じです。で、出来上がりです。匂いがもうね。これはうちのお母さんが作ったんだけど、ファロファって言うんです。これはキャサバの粉で作る粉。だから先にベーコンをちっちゃく刻んで炒めて、そこに玉ねぎとかニンニクとか入れて、卵を別でこうちょっと混ぜる。これもフェイジョンと一緒に食べるとすごく美味しい。ありがとうございます。これはもうピメンタね。これは幸せな料理ですね。またお肉と合いますね、これ。うちでは一番うるさいのはご飯の時間です。みんな働いてるでしょう。だからご飯の時間だけ一緒に食べないと、結局一日会ってないじゃないですか。朝みんな急いで出るから、だから晩ご飯はできるだけ顔見てちょっと話してみんなと一緒に食べれるのがいいかなと思いますけどね。なんかこう一番叱った時の記憶ってあります？なんか子供に。喧嘩した時だね。3人が怪我して帰ってきた時。あれは怒ったね。中学校の時になんか清君と清ともう一人とで4人で行ったんですよね。その喧嘩しに。で清も清君も清だったよね。だったっけ口もブゴンってなってて、何あんた私どこ行ってたってびっくりして、いやちょっと喧嘩したとか言って。はあっつってうちでボコボコに叩かれて「言ったよやめろよ」とかって「なんで喧嘩するんだバカじゃない」ってもうボコボコにしてお母さんがさらにボコボコにして、もう怒るともうすぐ叩くからボコボコにして「言ってえなもうやめろよそこ痛い」って知らんわそんなのなんで喧嘩するのもびっくりした。もう口切れてるしねもう。いや元気やっていいじゃないですかけどね。よくない。元気は違うことに使ってけどもしかしたらお母さんが一番元気があるんじゃないかみたいな帰ってきないきなりぶん殴られたりとかして怖い一番怖いのはやっぱお母さんだったっていう。帰ってきてもすごい叩かれてボコボコ何やってんのアホじゃんよ。Vamos cantar por aí. Rosas de ouro engrandecer na nossa terra e o poeta Ibiraí。なんかやっぱり団地に住んでると結構いろんな場所でホームパーティーやってたりバーベキューやったり、家の中で夜中の12時からバーベキューしだしたりとか結構パーティーが多くて、でその中でもやっぱりここに住んでる、知り合いになってるそのペルー人なんですけど親子っていうのも結構面白くて、話聞いてるとやっぱり片親ではあるんですけどなんか親子で一緒にキャバクラに行ったりとかけどそれでもやっぱりお父さんと子供の関係性が結構しっかりあってお父さんのことを子供がちゃんとリスペクトしてたりとか結構あったかなみたいな感じですね。おー、リキ君、久しぶりです。久しぶりです。元気？はい。今日よろしくね、誕生日会。全然いいっすよ。後ろ車来たわ。すいません。ちょっと待って。
今何の仕事してんの？飛びですね。ああ、そうなんだ。リッキー君ってさ、日本で生まれたんだっけ？いや、自分はペルーですね。あ、ペルーのリマだっけ？そうですね。ああ、はい、いつぐらいに日本に来たの？5歳の時ですね。あ、5歳の時だ。はい。じゃあさ、5歳の時来て、もうそっからホミずっと。もうホミですね。でもね、自分がまだこんぐらいの時も、危ない先輩たちがもう目の前にたまって。結構昔ともう変わった？だいぶこの団地。全然変わったっすよ。落ち着いたじゃないですか、めちゃめちゃ。あ、そうなんだ。はい。昔はどんな感じだったの？もう俺じいちゃんとかと歩いててもたまってたし、でそれをじいちゃんが見るな見るなみたいな感じでやってたですね。へえ。どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。いいよ、どうぞ。ここはそうですね、だからさっきのリッキー君の夫婦と子供が住んでる場所で、今日はリッキー君のお父さんの誕生日会みたいな感じですね。おお、これリッキー君の子供ですね。ナイト君。はい、食べる。これなんてやつなんですか？料理。ワンタン。ワンタン？これサルサソースですか？そう。いただきます。お、うまい。うまいね。ありがとうございます。あ？それはペルーのお酒なんですか？そう。あ、そうなんですね。へえ、これすごい美味しいですね。これはすごい有名なやつなんですか？ビスコッティはすごい有名なんですよね。これはパーティーでみんなよく出すやつなんですか？そのペルーのパーティーで。あ、ブランデーなんですね。すごい美味しいですね、これ。これどこで買えるんですか、これ？大体ね、南米のお酒売ってるところで買える。あ、これすごい美味しい。うまいよね。これすごい美味しい。乾杯。よく飲め。No sale, no seas mala, así chiquita.リッキー君のね、お父さんの誕生日パーティーのは、まあその家の中だし、みんなでね親戚集まってちょっと音楽かけて、そんなに踊り狂ったりとかはしないだろうなとはちょっと思ってたんですけど、まあ行ったらね、6畳ぐらいの部屋で親戚一同がいきなりもうサルサでギンギン初めから踊り出したりとかして、朝まで踊り出すみたいなね、80何歳のおばあちゃんも踊ってて、親戚のおばあちゃんも誰がどの人かよくわからないけど、もうリッキー君の親父が一番もうね、あんな身長が180ぐらいあるね、もうその肉体もねすごい感じで、6畳ぐらいのね板間の部屋でガンガン踊り出したりとかして、まああれはもう相当いいのを見せてもらいましたよね、なんか。すごい、もう超かっこよかったね。
もうリッキー君の親父がやっぱ一番団長だから一番最高にファンキーっていうこれはね、もう興奮したもんですごい。やっぱ踊りもさ全然違うよね、やっぱね。いやあれはモテるわ、もうね、あんなになりたいよね、本当最高。もうリッキー君の親父超かっこよかったですね。いやもう最高。踊りすごいですね、やっぱりね。やってたんですか、ずっとなんかダンスみたいな。いやペルーでやってたんですか。そう。へえ。もう若い頃からもう踊ってたんですか。そう。へえ。昔軍隊入ってる時も踊ってたんですか。あれなんかテロリストと戦ってたとか言ってませんでしたっけ。そうね、そう写真見せてもらったやつ、そうなんかこの辺に傷跡かなんかあるんじゃなかったでしたっけ。そう、これここでしたっけ、なんか銃で。そうこれバカだけね。肩だけね。このものがピストル。そうなんですね。この前来てね。この前ちょっと怖いね。バカいや痛くないよ、本当に。痛くないんですか。痛くない、本当に。本当ですか。本当に。撃たれた時って。そう痛くない、本当に。後から痛いんですか。これ切ってね、パー後でだから本当に痛くない。リッキー君の親父にしてもやっぱすごくオープンマイルっていうかね、接しやすいですよね。なんかね、腹の内を見せないみたいなところがほとんどの人がなかったから、それはなんでかというと、自分がそうだから、日本人だし、すごく初対面でやっぱ緊張するし、そこからいきなりこうね、本当の腹の内なんてなかなか見せれないじゃないですか。もともとそういうのに慣れてないから。でもなんか彼らと接してると自然とそれがコミュニケーションできるっていうか、こっちもなんかオープンマインドになれるっていうか。俺の親父や、よろしく頼むぜ。Ese es mi cuñado. Ese es mi cuñado. 俺の新しいおじさん。Es que yo amo mucho, me abro una frayolada para mí. ¿Cómo te quedó? 俺のあれ、兄弟みたいな感じらしいです。で、なんか、そうで、Y vamos a chupar hasta morir, los tres nomás. 3人で死ぬまで飲むらしい。hasta morir. 死ぬまで。そう。リッキー君もさ、親父のどこが好き？俺と一緒の色と顔っすね。俺をこんなかっこよく作ってくれたのに好きっすね。な。Pero no me esperaba esto. Quiero agradecer a mi mujer. Quiero agradecer a mi familia, mi primo, mi hijo, mi nuera, mi hermana, mi papá, mi familia, mi suegro, mi cuñado, mi abuela, mi tío. Quiero agradecer a todos. Yo no esperaba esto. 親子関係、リッキー君の親父とか息子とか見ててもやっぱり一緒になんか遊んでる空間が面白いですよね。なんかね、両方ともなんか楽しんでるっていうね。最近思うようになったんですけど、家族構成みたいななんかそういうね、一つ屋根の下でいろんな血がつながってたり結構遠かったりする関係で、その同じ現場で子供と親が楽しんでたりっていうポイントっていうのは、どっかもしかしたら日本人も見習うべき教育方針みたいなところがあるんじゃないかなってはすごく最近思うようになって、
なんかこれをやったらダメだ、あれはやったらダメだみたいな、こう上からね、なんかこう子供と親が全然別の関係性であるっていうよりもっといろんな教育の方法論みたいなのが結構あるんじゃないかなっていうのも最近はすごく感じるようになってきたっていうかね、実際に夜中隣がうるさいとかどっかから音がガンガンに流れてて、いろんな話聞いててもいっぱいあるし、けどそういう環境っていうのはなかなか自分もそういうのあんまりなかったからね、この保見団地にはそういう魅力があるんじゃないかなとは思うんですよね。すごいよ、見てみて。すごい、シワはない。じゃあ違う。それって今二十歳がね、ここまでやるが。本当はシワはないね。Ya chicos, ¿cómo va a tener un primo? Honto daね。だから黒いだけど黒いあるがないよ。すごい魚で言うとマグロみたいな感じ。すごい。すごいとか知ってもらうな。お前あなたのいとこ？いとこだよ。だけど俺違うだね。何回見てもシワはないな。マグロか。マグロやないマグロやない。マグロかサメか。おばあちゃんは自分の何ていうんですかね。